ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。さてさて、町内運動会ですよ。頑張りますぞ。そろそろ 100m 走が始まりそうですね。お、1位の商品はお米だと。これはもらって帰るしかない。いやいや陽介、え、米持って帰るのは俺だよ。いやいや、俺が絶対持って帰るよ。そして掛け声もね、教えてもらうよ。今日は俺が米を取って。威勢いいじゃねえか。じゃあ位置につこうぜ。おい、位置についてよーいドン。よし、先頭取れた。でもちょっとべったりつけてきてんな。うわ、どうした陽介、もっとスピード出せねえのかこら。ちょっとやばいな。こうなったら、あ、陽介、あそこに金のダンベル、金のダンベル、金のダンベル。マジどこよっしゃー、1位。お前陽介騙しやがったろお前、この野郎。騙した？何のこと？いやいや、俺勝ったし、米はもらって帰ります。そしてお前高えんだぞこれ。いや、高いから俺が今日もらって帰るよ。今今日は高いから俺が持って帰る。ちょっと腑に落ちねえけどよお前、約束は約束だお前。掛け声を教えてくれ。じゃあ陽介、今日の掛け声はこれだ。あいいあえ、あいいあえ。陽介、これで番組勢いよく始められるはずだ。頑張ってな。陽介さん、まもなくです。お前もう番組始まる時間じゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。マジ米。マサラカさらか飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。さらかスパイアのバサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカルの陽介です。ドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組、スパイアのバサラカをお送りしていきます。腑に落ちてないね陽介はね。は？あいあいあいあえで走り出せね。走り出せね、うん5文字ね。あいってこのあに伸ばす棒いじゃないんだ。あいいあいあえね、そう。ちょっとスタッカート打ってほしい。いややっぱ走り出せは走り出せって言うじゃん。あそうするとあいあえになるじゃん。やっぱりその辺は全然、いやそうなんですよ。今ね、絶賛福岡市内の小中学校ではうん体育会が行われてるらしいですね。ああ、運動会とかってことだよね。先週から今週にかけて、そして安全面の点から近年では騎馬戦や棒倒し、組体操などが廃止されてますが、っていう騎馬戦楽しかったけどな。騎馬戦俺も好きだったな。なんかさ、うん騎馬戦でしか見れないクラスのおとなしい子の、ちょっとたぎってる顔を見るの好きだったな。いや、あれはたぎるんだよやっぱね、うんなんだかんだ。で太鼓とかでさ、ドーンドーンあ、そうそう、応援団もあってね。応援団ね。そうで、騎馬戦多分さ、学生の頃ってさ、体でかいやつが強いみたいなところあるじゃん、ちょっと。それが逆転すんだよね、騎馬戦って。体の軽い、細い、そっか、小さい子が上に乗るから、上に乗るだからからね。普段おとなしめなちょっと細めの男子が乗ってたりとか、そっか、下が大きいやつだもんね。下がなんていうの、ガチガチの体育会系みたいなやつがダンプみたいになって一番前のやつがそうそうそうガーンガーンみたいな、そうで、そのなんかね、確かにパワーバランスめちゃくちゃ良くなるんだと思よくうんだよなるね、あれね。で、いつもさクラスでなんかちょっとやんちゃだったりだとかしてるやつが、そういう時に上の要はこうちょっとおとなしいやつを守るじゃん、全力で。そうだね。あの感じ俺好きだったんだよね。あの感じいいよね。そう、あとさ、女子の騎馬戦もね、めちゃくちゃ面白かったよ。あ、そうだ、俺女子の騎馬戦覚えてないな。いや、なんか記憶違いだったらあれだけど、なんかちょっとバチバチのさ、グループ同士みたいなのいるじゃん。ああ、まあたまにありますよね。で、そこがマッチアップした時のあの恐ろしさ。うわーみたいな。いや、あるよね、あれ出るよね。いや、あれね、なんかこう普段溜め込んでんだろうなみたいなのが
ら騎馬戦はねやめなくていい気がすんだよな。組体操とか棒倒しは正直危ないんだと思うの。そうだね、まあうんちょっとそういうさ打ちどころが悪かったり系があるからさ、騎馬戦はまあ言うてさ先生の補助が入るじゃん。そうだね。 2人ぐらいさ、こう落ちないように。まあ大人はね結構周りにいたからね、俺の時も。そうそう。先生が少なくなってるとかあるのかな。そういうことだね。いやでもさ生徒の方が少ないでしょ。そうか、生徒の方が今少なくなってるの。で騎馬が組めないのかな、もしかしたら。ああ、そういうこと。まあでもみんなにねこのなんだ俺らがたぎってた感じがね今あるのかが逆に知りたいですね。順位をつけないとかいうのも一時期あったから。あ、そういうこと。そう、走ってもみんなで一緒にゴールするみたいなはっていうのがやっぱちょっと前にあって、今またなんかこう順位をつけるみたいな、普通につけてやる、普通に運動会は順位をつけるみたいなのがまた戻ってきてるとは聞くんだけど、やっぱちょっと前までその風があったというか、1番とか決めるのよくないよねみたいな。いや何のための運動会じゃっていう、走るみたいな。そうそうそう。でやっぱこの1番を取るっていうたぎってほしいですね。ね、みんなにね。そうですね。この次ね、あれだね、いっぱいお便り今回いただいてるんですよ。今日はもうぶち抜きでお便り紹介していこうかなと思っております。なので、しっかりとご紹介しようかなと思っております。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ。お送りした曲はスパイアで Just Like This 2024よりレイジオブダストでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。本当のバディツアー感想。前回の収録から今回の収録まで福岡、大阪、愛知でライブが行われました。それぞれの地域のライブに参加してくれた人からたくさん本当のライブの感想が来たので、この時間はライブの感想を紹介していこうと思います。はい、どんどんもう結構来てるんで、どんどんいっちゃいましょう。どんどんいきます、これ想像じゃないですからね。本当のみんなのやつなんでね。はい、行ってみましょうか。ラジオネームチョコミントさん、ありがとうございます。バディツアーお疲れ様です。ゼップ福岡行きました、帰りにメッセージを送ってます、言わせてください、2曲目から泣きそうになりました。早いな。早いね。最近仕事で昇進を目指すかこのままの自分でいるかと悩んでいました、ツアーの2曲目が流れた時に陽介さんに進めと背中を押された感じがして、うるってきました、自分を信じ昇進を目指そうと思います。本当にツアーに参戦してよかった、いや頑張ってください。まあただ一言言わせてくれ、泣け。そうなんよ、泣きそうじゃない、泣きそうだったね、泣いてくれ、泣きましたでいいのよ、そこは。まあね、2曲目からちょっと早いね。泣いてたらちょっとその後の感動が薄れちゃう可能性もなきにしもあらず。いやでも頑張ってくださいね。はい、ゴリゴリいきますよ。はいはい。ラジオネームキキゴリラさん、健太さん、陽介くん、バディツアーゼップ福岡お疲れ様でした、スパイアのライブは初めての参加でしたが、心の底から楽しかったです。陽介くんの MC に何度も心がきっとつかまれ、一音が染み渡りました、個人的に聴きたかった曲が全て聴けたので大満足です、ずっと記憶していたいほどに素敵な時間をありがとうございました、また必ず会いに行きます。追伸、健太さんの位置がとっても高くて驚きましたあれだけの高所だと怖くありませんか怖くないですよ。いやあれね、なんだろう、あれね、やっぱ他のアーティストと比べて高いんだけど、俺は逆に他のアーティストに言いたい、なぜ高くしないんだと。いやそうだよね、なんかさ、ライブのライザーというものがあるんだけど、ドラムを置くドラム台みたいなね、低くね、みんななんであれでよしとしてるんだろうって俺思っちゃうわけ。特注なんですよねあれね。なんかのツアーの時にすごい僕が舞台を作る、ドラム台ライザーの話になった時にすごい言ったんですよ、まずそもそもそのドラム台が柔らかいと、ふにゃふにゃすると音が良くないっつって、鉄にしろって、鉄製にしてくれって、まず大体が木製だから、そうで鉄の本数をケチると、あれね少なくなるのよ。その支柱っていうのある、ああいうのこう支えてる本数が安いと少ないな、そうすると音が悪いから支柱マックスまで入れてくれっつって
でさらにこの中間にある添えてある鉄枠を、あれもちゃんとしっかりとはめてガチガチに固定してくれっつって、っていうのも確かずっと言ってた時期があって、でそれを経て多分ライブを制作がこいつうるせえって思ったのが、どっかのタイミングからもう鉄製のもう支柱がめちゃくちゃ入ってるガッチガチに硬いでかいやつが来るようになったら毎回ああね、確かにあれ揺れないもんね。揺れない、絶対揺れない。結構さ他の現場だとさ、使い回しじゃん、鉄とかだと結構揺れるんだよね。スパイアの台座ガッチガチだもんね。ガッチガチ、もうねとにかく固めてくれって言ったから、でも結構マジで高かったあれは。意外といけるかなと思ってそうジャンプしてたよね。そうそれこそ健太がちょっとうわーってなった時に俺がドラム台行って、そのまま階段で降りるのも曲の途中だしね、途中だったからあれと思って飛んだらさ、まあ高くて、そうだ俺の頭がちょっと出るぐらいだ、胸よりちょっと上ぐらいになるのかな。だから多分150センチぐらいあると思うんだよね。そうだよね。だって俺の目線の高さにキックがそうか真ん中ぐらい来るから、そうだ150ぐらい150センチぐらい高さがあるから結構高いわけ、ね、まあでも見やすいですよね多分。あれ見やすい、だからもう全バンドマンに次ぐライザーは高くしてくれ、した方がいい、ドラム見えないんだ。もう一回いきます。ラジオネーム森圭さん、ありがとうございます。洋介さん、健太さん、こんばんは。昨日バディツアー福岡公演に参加させていただきました。席が2階最前土真ん中でずっとお二人と対面しているようでした。それもあって洋介さんが2階を指さしてお前最高だなと言われて、思わずテンションがさらに上がってしまいました。翌日は声はガラガラ、体はバキバキになったぐらい最高なライブでした。JLT は 2days とも参加させていただきます。これからもずっとバディとして応援していきます。いたのよ。ありがとうございます。もうね、お前落ちるんじゃねえかぐらい2階の一番前でもう頭ガンガン振ってバンバン飛んで、お前落ちるんじゃねえかって思ってお前最高だなったらもっとさ激しくなっちゃったから危なかった。危なかった。楽しむのはいいですけどね、気をつけてくださいね。落ちない2階のね、はねこう段になってるからね。そう、ちょっと危ないね。ちょっとね、でも最前だと大丈夫なのか。柵があるでしょ。まあ柵あるけどそれもさ、超えそうなぐらいなんかこう乗り出してフラってなったらゴロンっていきそうな感じぐらい。すごいね、たぎってたね。じゃあそれは君か。いや素晴らしい熱量を持って2回もね、そうすごいね、楽しかったですね。ありがとうございます。もっといきますよ、まだまだいきます。ラジオネームもやしいたけさん。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。私は先日家族で大阪ゼップのバディツアーに参戦しました。初めてのライブで少し緊張していましたがとても楽しかったです。私の大好きな曲が始まると分かった瞬間、嬉しすぎて気を失いそうでした。夏にまた何かがあると聞いたので勉強頑張って連れて行ってもらいます。本当に最高な体験をありがとうございましたと。大阪だね。大阪だから、そうジャイガだね。そうか、これも多分ライブ終わってすぐ送ってくれてるのかな。そうだね、また夏に行きますよ。まあそうだよね。昔の定番で久しくやってなかったやつとかを今回ちょろっと入れたりしてるから、ね、そうだね、ちょくちょく入れていってるから、まあみんなそれ来たかってなるなんかね要素はふんだんにあるのかな。でもなんかさ、この前海外のさ、海外用の瀬取りとか考えててさ、今回のツアーも割となんかこうシングル多いね、やっぱりね。でもさ、なんか曲目だけ見ると陽介が入ってからさやってる曲っていうのがさ、なんだろう、定番化してるものがちょっと外れてたりもするじゃん。まあ確かにだから並びだけ見るとさ、なんかさ、あれこれ結構マニアックかなってちょっと思ってたの。最初はね。ただこうよく見てみたらもうゴリゴリのゴリゴリやんっていう。まあやっぱ今回思いました。すごいやっぱ初めましての人が多かったから、そうだね、やっぱりオタク瀬取りすぎないようにするのが大事じゃん。みんながやっぱ楽しめるようにしたいから、っていうのを踏まえてのセットリストだけど、まあ割とこうセットリストを見るのとやるので全然違ったね。全然違うね。まあでもやってて早いね、これ終わるのが。このセットリストでも時間見たらいつもと一緒。そういつもと一緒で、これさ、で俺たまにさ見るんだけど、これ昔からスパイアあるあるなんだけど、ライブの時間短すぎる問題っていうのがあってスパイアのライブ
でこれなんかさ、なんか陽介が入ってから短くなった説みたいなの唱えてる人をなんか前見ていや違うのよ、前からそうなのよっていうで前はね、じゃあそういうホールとかアリーナを見てた人とか、そう多分そうだと思う。そっちはね2時間ぐらいやってたから、そうかもしれない。でもまあライブハウスってなるとね、そうまたちょっと変わってくるから。確かにね。じゃあ次行きます。行きましょう。ラジオネームひろはーい、ラジオネームひろちょっと待ってごめん、はいって言っちゃダメじゃない？何がはいって言っちゃダメじゃない？メガさんのさ、いやちょっとめっちゃおもろい今の普通に話してると思うやらすいつね、はいって言ったよラジオネーム広島人の母ちゃんさん、はい、おはようございます。健太さん、洋介さん、こんばんは。こんばんは。初めてお便りします。お、ありがとう。スパイのバサラカ、いつも再編集版アイドリングトーク楽しく聞かせていただいています。今日5月18日に絶大阪ベイサイトで初めてスパイのライブに参戦し、あまりにも楽しすぎたので、感想をお伝えせずに入れられなくてメッセージを送らせてもらいました。嬉しい。私はライブ自体が20年ぶりで、スタンディングだけど年齢も年齢だし、ゆっくり見ようと思ってました。しかし始まったら一瞬で血がたぎり、気づく間もなく拳突き上げ飛び跳ね歌いまくっていました。一緒に参戦した娘息子にも、母さんはそうなると思ってたよ若干呆れられる始末でも、いくつになってもライブは楽しいんだと改めて感じ、またスパイのライブに行きたいと決意を改めてきました。ジャストライクディスの1日目にも当選したので、親子3人で参戦します。9月まで体力つけて頑張ります。また広島にもぜひ来ていただけると嬉しいです。美味しいものたくさんありますよ。それではお体に気をつけて、これからのご活躍お楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。そうだからこういうさ、嬉しいですね。こういうさ、久々にスタンディングで来る人もいるから、やっぱそう、はい、1時間30分40分50分、まあその2ぐらい時間いかないが大事だし、いやで暴れる勢がいても2時間はきつい。きついやっぱりね、やってるね。だしなんか、そっちの方がさ、次来たくなるね。腹8分目みたいなことね。そうそうなんだ。俺もでもそうなんだよね。だからなんかフル満足は違うじゃん、やっぱフル満足っていうのはなんか 120% を食べ過ぎた時みたいなね、感覚ね。お腹いっぱいのね。だからそういうのはね、ジャストライクディスとかがあるし、だからそういう感じだよね。こういうまあライブハウスのツアーってなるの。でも親子で参戦してくれる人は嬉しい。今回多いね。多いよ。お子さん連れの方、最前とかね、めちゃくちゃ多い。ただ1個言いたいのは、最前にちっちゃい子だけはちょっとだけ勘弁してもらえると助かるなっていう、個人的にはね。まあ怖いよね。まあ今さ、逃げ場ないしね。そうそう。だから結構さ、みんながその今割とこう歌う方にシフトしてるから、そんな大暴れっていうことは起きづらいけど、今後起きないとも限んないから、正直ライブハウスっていう性質上、今回大丈夫だったから次も大丈夫とはそう限らないからね。そうだからやっぱりちっちゃい子だ、まあ小学生ぐらいになったらまあまあ別にその柵のところでさ、こっから逃げろってバッて逃がせばさ逃げれるからいいんだけど、それよりちっちゃい子、この子大丈夫みたいな子だけはやっぱり最善はやめてほしいなって個人的にはすごい思うから、まあそこはお母さんって思う。わかる、気持ちはわかるが、そこは端っこに行ってくださいっていうね。もし万が一怪我してライブに来れなくなっちゃったりしたら元も子もないからね。そう元も子もないから、すごい気持ちはわかるけども、まあでもまあ安全対策みたいなのはこっちはできる限りはやってるから、やるんで、はい、その辺もね気をつけながらみんなで楽しんでいきたいですね。だから次2階で見てみるとかもありだと思います。ということで、まだまだたくさんいただいておりますので、ここで1曲挟んでまた紹介できればなと思います。スパイエアのバサラカ。お送りしているのはスパイエアでバディです。さあまだまだお便りいただいておりますので、ここからも紹介していこうかなと思います。ラジオネームちーこさん、ありがとうございます。健太さん、よすけさん、こんばんは。先日、バディツアー大阪公演で起きたハプニングについて詳しく知りたいです。健太さんの謝罪動画を見て、とてもレアなハプニングだったことが伺えますが、現場はどういう状況だったのでしょうか。張本人の健太さんやよすけさん、周りのメンバーの心境、お客さんの反応などお話しできる範囲で教えてくださると嬉しいです。
はい。まあ単純にこれは、僕が曲のある楽曲の構成を間違えて叩いてたっていうね。だからあれあれってなったね。そうだ、全員があれあれ、だ俺以外の、俺はもう信じてその楽曲のアウトロを叩いてたわけ、そうね。でなんかアウトロ叩いてたらメンバー全員みたいな顔ですごい見るからあ、これまずいなってなったの。何止めるか、うんいやってなっそうて。何ってなってたら2番終わりだってなってそうそうそう。ってもう俺もさでアウトロだと思い込んで叩いてるからもう2番が終わってから何小節目をやってるのか分かんないわけ今もうはちゃめちゃだって。そうこれどうなってるって思ったらそれこそ陽介が俺の方に来てくれてそうそう。で歌が入れたじゃん。でそうそうそう俺さ陽介が歌が入れないぐらい陽介が分かってないんだったら止めようってなってたの。でそしたら歌ったじゃん。そうそうそう。ここだよっつって歌ってくれたからありがとうってなそうって復帰したっていうねそういやそうね。ハプニングでした。だからあの日は中間のまあいわゆるインター部分というのが全てなくなった。全てなくなった全てなんなの何かわからないノーセッション状態。あれはね本当初めてだったね。いや確かに確かに。なんかそれこそもう20年、うんうん、まあドラム叩き始めたらもっとかもっとだね。 20数年やってきて、なんだろういやちょっとしたミスはもちろんあるよ、止まりそうになっちゃったとかってあるけど、あこれ本当に止めなきゃダメかもみたいなでもそもそも楽曲のどこを叩いてるのか分かりませんみたいなのは初めてだったからそうだね。あこれ怖いなって思ったよね。いやまあねでまあ終盤だったしね。かなりテンションも上がってたしで大阪さ音が良かったのよ。音良かった。めちゃくちゃ良くて、でもうなんていうの音に吸い込まれてる状態だったの俺がもうだからもう本当に真っ白何も考えてなくてただ動いて気持ちいいみたいな状態でやっちゃったからだからね俺なんていうのメンバーはさみんなさやりやがったとかユージとかもさおいケンタシャンパンだなみたいなこと言ってたしなんかでお客さんもさ珍しいですねみたいなのあるじゃん。そのいやいいもん見れたみたいな。まあねライブならではね。そうでもさなんかもう家帰った瞬間にさいやもうなんかあるんだよこのなんかミスっちゃったみたいなのあるんだけどでみんななんかわーあるあるみたいな珍しいねみたいなさわーっつって笑ってくれて家帰った瞬間にプロとしてダメじゃねえこれって思っていや思ってるんだけどなんかこうまあねそうファンの人もさそうねただミスっちゃったごめんねで終わらせてはダメだもんね。そうダメなことだからやっぱりこう完璧なショーとしてお客さんを感動させて帰らせるっていうのが俺らの仕事だからそれをいいもん見れたって言ってくれるけどなんかやっぱこんなに胸につっかえるものあるわけ。やっちゃったみたいな。そうだね。そうちゃんとマイライブやってるからこそこういうたまにあるものがいいもんになるわけだからね。そうで俺がこれ毎回やってたらさ絶対ちゃんとやれってちゃんと聞きてえんだよってなるからね。だからすごいね反省しましたねさすがにこれは。次はね今度俺の番来てますね。行ってみましょうか。ウェイクボーズさん福岡ライブお疲れ様でした。陽介くん飛ばしましたね歌詞でもバディたちは盛り上がってたんじゃないですかね。より楽しめました。質問なんですが、皆さんライブでみんな見えてるからなとおっしゃいますが、あこいつまた来てるなとか、この顔見覚えあるなとか覚えてるもんなんですか、何か特徴作っていけば何か合図してもらえたりしますかと、まず飛ばしたね。飛ばしたね。俺もその状態だよ。真っ白になって日本語の2ってどうやって書くんだっけぐらいに文字が何も思い浮かばなくなってあるはってなったよ。だからさなんかさ陽介も珍しかったよねあの飛び方。そう俺は何をやるんだっけみたいなさ俺は今歌を歌うんだっけあったね。すごいちょとんとしてたもんね。いやあそこまでぶっ飛ばしたの初めてだったな。珍しかったあれもね。福岡も音良かったもんな。だからねそれもいろいろあってこう俺もだからのめり込んじゃってたかもね。そうだ音に入る感覚は俺すごくいいと思うんだけど、これやっぱりこうラインがあるね。あるね。そうでやっぱ音に入り込んで行ってしまうとそれはもう独りよがりになるじゃん。
で俺もそれミスした時にさ、要はアンサンブルとかメロディーが聞こえてないからもう理解できてないわけだから、その楽曲の構成を、もうただただ自分が気持ちいいように叩いちゃえみたいな状態なわけだからさ、それってだからやっぱあれはねすごい集中力なんだけど、集中してるが上に独りよがりになっていくっていうそうどんどんなんか良くないなと思ったね、やっぱね。いやみんな見えてるよね。見えてる後ろまで見えてるし、いや俺結構顔は覚えてるよ。覚えるタイプだね、陽介はね。韓国のあそこで見たあの子いたよね、今日も。いたでユージと陽介はめちゃくちゃ覚える顔ね、まあ、前の方とかは見やすいしね、あの人また来てたねとか。そうでもあれでネガティブなことは1ミリもないからね、こちら側に。また来てくれてて嬉しいなっていう気持ちでそういうのはなんでまた来てんだよってなるわけないしね。来てくれてんのにありがとうねって思って。それまあ身内ぐらいって。そう母親とかね、父親が来てる時に親戚とかケンタの家族来すぎじゃない？そうなんだよ、あの人たちね旅行好きだからそうどこ行ってもいるじゃん。食べたいものがあるとね、じゃあ食べたいご飯飲みたいお酒の地域があるとすぐ来ちゃうんだよねすぐ来ちゃうから。そうだね、また来たのっつって。ユージのとこも結構来てるよね。来る。ユージのところとうちはもうなんか結構二大巨頭ぐらい来てるあ、またいるのみたいな、でも陽介のお父さんもめちゃめちゃ来るようになってるよね。そうだね、結構来る。去年の日比谷とかも来てた。そう確かにですよ、まあそれはまああるけど、まあでも特徴とかじゃないよな。特徴じゃないね。なんか本当にすごくこういい顔して、もう盛り上がって素敵な笑顔を振りまいてたらやっぱ、印象には残るよね。印象には残るし、やっぱりまあ俺の場合あれかな、結構それこそさ、入ってばっかの時ってそれこそまだまだゼップよりちっちゃいライブハウスやってたじゃん。そうだね。だから母数もそれなりに少ないわけだから、でなおかつさ初めてのツアーだったり初めてのライブハウスみたいなところって印象が強いから、それで覚えてるみたいなのもそれはあるかもね。確かに強烈に残ってるっていうね。そうあと派手髪結構覚えるかな俺。派手な髪の毛はもうさ、まあ目につくからね。確かに。まあでもまあ別にそんな奇抜なことしないでもしなくてもまあ大丈夫ですよ。しっかりとアクションくれればね。あの子面白かったね。たこ焼きそういうのでまあ覚えたりはしてますね。はい、ということで来ました。ラジオネーム裸祭りさん。どうも裸祭りさん。陽介さん、ケンチさん、こんばんは。バディツアーお疲れ様です。お疲れした。突然ですが友達の話ではないんだね、今日はね私はリバースが大好きで、リバースでヘドバンをするのが大好物です、イントロが始まると顔には出しませんが、来たーと毎回興奮しています。顔に出していいじゃんただ周りにあまりヘドバンしてる人がいなくて、寂しい時があります、もちろん一人でもとても楽しいので今後もやり続けますが、青ツアー大阪の時に見知らぬ左右の方と一緒にやったヘドバンが忘れられないですいいね。ラスト仙台、東京と参戦予定です、バサラカリスナーの皆様一緒にヘドバンしませんか？楽しいですよいいですね。こういう醍醐味もあるよね。そうね。いや仙台東京来てくれるんでね、ぜひぜひ楽しんでください。リバースは多分やるので、間違いなくやりますそれはぜひしっかりとオレンジもやりますね。でバディもやります。しっかりとヘドバンしてください。ということで本当のバディツアーの感想を紹介してみました。いや本当の感想はやっぱリアルだね。身がある。そして日付変わって今日は仙台ピットでライブセミファイナルですね。そしてツアーファイナルがゼップダイバーシティ東京、参戦したよという人はぜひぜひ感想を送ってください。お願いします。お待ちしております。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアで Just Like This 2024よりリバースです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。いやーライブの感想をたくさん送ってくださって本当に嬉しいですね。ありがとうございます。本当に身がある本当に、だしなんかこうより今回のそのツアーの感想をみんなからこう聞くと、改めてその日を思い出せるからね、よりこう思い出が濃密になっていくというか、そうですね。なんかそういう気がしますので、また行きたいなと思いますね。そうだから、まあツアーじゃなくてもね、フェスだったりなんか、まあもろもろライブはあると思うので、その度にこう
お便りにね、はいライブの感想とかいただけたら、紹介していきたいなと思っておりお願います。します。そして現在、全国ツアーバディツアー、2025開催中です、はい日付変わって本日が6月1日日曜仙台ピットです、はいチケット発売中なのでまだまだ間に合います。そして今年も Just Like This 2025が開催決定しました、はい日程は9月27日土曜28日日曜の 2days、はい場所は山口県河口湖ステラシアターです、Day1 は Just Like This をテーマに、Day2 は歴代のアニメソングをテーマに2日間異なるセットリストでお届けしますので、はいこちらもぜひチェックお願いします。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp です。もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんおすすめしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。